僕はやっぱりね、レモンドが結出した日本の建築家を育てたというのは、レモンドのその考えの中には作品だけを作るんじゃなくてね、日本の建築家を育てたいという意識は若い時からあったんだと。そういうことを聞いたことないですけどもね。だから前川さんや吉村さんや有名になったのは杉山さんとか増田さんとかね、そういう有名になった建築家が育った土壌だったと思うんですね。それはまたその人たちのその教えで育った人たちがいますから、建築業界でね、どういう系列の人っていうのを作っていくとね、頂点にレモンになっちゃうんですよ。そうですよね。日本の近代建築史はね、当時にその日本に近代建築の材料を持ち込んで設計してるんですよね。だから例えばリーダーズダイジェストの時に持ち込んだのがアメリカの建材で、床の P タイルから天井のキゴンテックス、それをアメリカから輸入して使うんじゃなくてね、その見本を持ってきてその分析して、でその P タイルは田島応用化学っていうアスファルトタイルだったんです、最初はね。の社長を呼んで分析したら、アスファルト系だから君のところでできないか研究しなさい、でキュオンテックスっていうのは味の素は捨てるその製品のなんていうの、余ったものをそのボードにしてる、それで味の素に作りなさいと、で研究して製品化できた、それがT大の1955年以降の日本の近代建築のオフィスビルの主流になっちゃったんですからね。床は P タイル、壁はキュオンテックス、で、壁じゃない、天井ね。壁は、当時はまだ漆喰が多かったんですけど、塗り壁、左官壁、でこれのベニヤに変わり、今はクロスに変わってますけどね、そういうその輸入に頼らないで日本に持ち込んで製品化させたっていうね、日本の企業を育てたことになるわけですよ。そうですね、輸入じゃなくってね、日本のその工業化に貢献したと。それはね、素晴らしい功績だと思います。そうですね、そういうのやっぱりあんまり知られてないですよね。そうね、あんまりそうね、知られてないね、でも実は元をたどると、そういったアメリカ的なものをレーモンドが日本で作らせたと。であと真似した企業がいっぱい出てきて、同じような製品を開発したと、ですからそういう建築産業に対する貢献、建材に対する貢献というのもあったと思いますね。いろいろなものを持ち込んできてますからね。やっぱいろんなアイデアマンというかビジネスマン的な要素がすごいあると思うんですよね。ですね。ただのデザイナーとか建築家じゃなくてね。この商品開発すれば企業化できるという判断のもとに進めてるわけですからね。良かったことだと思いますね。そうですね。でも最後ね、具合が悪くなって本国に戻っちゃったっていうのは年も取ってるからしょうがないかったとは思うんですけどね。日本が多分大好きで本当は日本にいたかったと思うんですけどね。でも一人息子でね、ニューヨークの横のニューホープに農場も持ってましたから、そっちに息子と孫たちがいましたからね、やっぱり家族のもとに帰る、最後はしょうがなかったですね、車椅子になっちゃいましたからね。やっぱりいろいろレーモンドからね、そういった指導する姿とか、もちろん設計のデザインとかいろんな学びが多かったと思うんですけど、あとこういったライフスタイルとかね、生活の、時間の使い方とか
そうですね。ねまあ生活そのものでやっぱり尊敬してる人だったから、同じように生きたいなと思いましたね。まあそんなんで生きて83歳になっちゃいましたから、まあ人生も終末ですけど、いやいや、まだまだこの建物と同じぐらいずっとレモンドが85歳ですから、まあ、あと2年は生きたいですけど、そうですね、もっともっとひげが伸びてますからね、まあ90ぐらい頑張りたいな。いや大丈夫ですよ、まだまだ。いやでも今日ね、いいお話聞かせていただいて、とても私の勉強になりはい、皆さんいかがでしたか。最後に、離れをご紹介したいと思います。ここは北澤さんがスタッフとして寝泊まりしていた離れですか。はい、そうですね。手前の洋間が2段ベッド2組の男性4人、奥の和室が女性2人、ここで、6人が生活をしていました。はい、そしてここはバーベキューコーナーですね。はい、レモンドが、ブロックを並べて、作って、いつも僕らが並べると並べ方が悪いし、お叱りを受けたそういうバーベキューのコーナーをそのまま残して使っています。ああ、いいですね。ももくんも今度バーベキューここで食べたいわね。いいですよ、本当に。じゃあまた皆さんと一緒にここでバーベキューできる日が来るといいなと思ってます。はい、そうしましょう。はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。